100万円とか貧乏すぎだろ。金に困っても俺たちには頼らないでくれよ。姉の入籍の席で姉の婚約者である翔太さんが俺に向かって信じられない発言をしてきた。姉はその隣でニヤニヤと笑いながら俺をバカにして見ている。どうしてこんなことになってしまったんだろう。二人からの侮蔑の視線を感じながら俺は過去のことを思い出していた。俺が小学校2年の時、一家で田舎から都心へ引っ越した。都心の小学校では田舎育ちの俺の方言はいじめの学校の標的だった。最初は方言をバカにされ、その次は容姿をバカにされ、そして気づけば俺という人格すべてを否定されるようになった。学校に俺の味方は一人もいない。俺はそんな学校が嫌になり、両親に泣いて田舎に戻りたいと頼み込んだほどだ。しかしそんな願いも虚しく、そのうち俺は保健室登校になった。中学高校とずっとそんな調子だったので、友人は一人もいない。唯一勉強ができたので大学へ進学することができた。大学では俺の方言をバカにする人はおらず、かなり驚いた記憶がある。信頼できる友人もできて、初めて学校が楽しいと思えた。しかし、俺の姉は、あんたみたいな弟を持って私は不幸だわ。外であっても他人のふりしてちょうだいね。恥ずかしいから。俺が保健室登校になってからしばらくして、姉はこんなことを言ってきたのだ。俺は姉の言葉に従い、外で姉を見かけても他人のふりをしていた。その後、姉は関西の大学へ進学。就職したのも関西だったので、大人になってから会う機会は激減した。大人になってからも俺と姉は不仲のままで、お互いの近況を報告するなんてことは一切していない。姉の近況はいつも両親を介して聞くぐらいだった。そして俺が30歳になった頃、突然姉がこちらへ来ることになった。両親から聞いた話によると、どうやら婚約者を家族に紹介したいらしい。いつの間に婚約なんかしていたんだと少し驚いたが、相手に失礼のないように一丁羅を購入してその日を待つ。そして当日、はじめまして、ゆきさんとお付き合いさせていただいています。翔太と申します。何卒よろしくお願いします。姉が連れてきた婚約者は、今時の爽やかイケメンといった感じの人だった。スーツをビシッと着こなし、ヘアスタイルもバッチリ決まっている。婚約者の翔太さんの隣で、姉はニコニコと上機嫌だ。同僚の紹介で出会ったの。翔太さん、今は関西の支社で働いているけれど、将来有望だから近いうちに本社勤務になるって言われてるのよ。そりゃすごい。出世コースってことか。いやいや、俺なんてまだまだですよ。じゃあ結婚したらいずれはこっちに住むことになるのかしら。両親は嬉しそうに翔太さんと話している。姉が連れてきた将来有望な婿候補に両親は満足げだ。俺はというとすっかり話に取り残され、テーブルの隅でポツンと一人座っていた。お、そろそろ予約した料理を取りに行かないとな。私とお父さんが取りに行くからみんな待っててね。俺は両親が席を外してしまい気まずくなって一旦自室に戻ろうかと席を立ったところ、なあ君、直隆くんだっけ？はい、そうです。すると今まで人の良さそうな笑顔を浮かべていた翔太さんがどことなく不機嫌そうに俺に声をかけてきた。ユキに聞いたんだけど、お前って工場勤務なの？急に俺をお前と呼んできたことにかなり驚いたが、黙ってうなずいた。すると翔太さんは大きなため息をついた。マジか。身内に工場勤務の底辺がいるとか恥ずかしいんだけど。
ほんと、ごめんね、翔太。私も姉として恥ずかしいんだけどさ。まあ、こいつとは親戚付き合いしなければいいだけの話だし。驚く俺の目の前で、姉と翔太さんがそんなことを言った。そして今度はまるでゴミでも見るかのような目で俺を見て、さらに信じられない発言をする。ま、社会のゴミはゴミらしく、隅っこでおとなしくしててくれよ。結婚式には仕方なく呼んでやるけど、変なことするなよ。俺はあまりのことに何を言われたのか理解することができず、呆然と立ち尽くしてしまった。そうこうしているうちに両親が戻ってくると、翔太さんは先ほどの嫌味な笑みから好青年の顔に戻った。二人の帰り際、姉を呼び止めて抗議したのだが、さすがに今日のあの態度はどうなの？初対面の人にあんなこと言うなんて。うるさいわね。翔太が言ったことは全部事実でしょ？姉ちゃんがあの人に変なこと吹き込んだのか？人聞きの悪いこと言わないでよ。私はただあんたの現実を翔太に教えただけよ。弟として忠告させてもらうけど、ああいう相手はやめた方がいいと思うよ。すると姉は顔を真っ赤にして俺を怒鳴りつけた。工場勤務の底辺のくせに偉そうに口出しすんな。あの人と結婚しなきゃ私は生き遅れちゃうのよ。絶対に邪魔しないでよね。そして俺を仇のように睨みつけると、姉はさっさと帰ってしまった。あんな人が義兄になるのかと思うと気分がめいる。まあ結婚したとしても交流をしなければいいだけの話だ。あちらも交流を望んでいないようだし、都合がいい。そう思っていたのだが。お、いたいた、直隆くん。その日も激務を終えて、くたくたになりながら帰宅していたのだが、なぜか俺の実家の前に翔太さんがいたのだ。今から時間ある？飲みに行こうよ。なんでここに？関西にいるんじゃ。関東の本社に転勤するかもしれないって言っただろ。こっちにはちょくちょく来てるんだよ。来たついでに直隆くんに会いたくてわざわざここまで来たんだ。翔太さんはニコニコと人好きのする笑みを浮かべている。この前の態度とは打って変わった笑顔だったが、よく見ると目の奥が笑っていない。嫌な予感がしたが、断るのも失礼だと思い、そのまま飲み屋へ向かった。ミーキから君の話を聞いてただけだから、本人の口からちゃんと聞きたくてさ、いろいろと教えてくれよ。親睦を深めたいというのとは違うようだ。だけど黙っているわけにもいかないので、ぽつりぽつりと自分のことを話す。まあミキから聞いていた通りだな。俺の学校にも保健室登校しているやつがいたよ。そうなんですか？そうそう。まあそいつが保健室登校になったのはどうやら俺のせいらしいけどね。は？翔太さんは何が面白いのか、ビールジョッキを片手にゲラゲラと笑い出した。だってあいついつもボソボソ喋っているんだもん。あんなに暗いやつが同じ教室にいるだけで気分がめいるからさ、ちょっとだけちょっかいかけたんだよ。そしたら泣いて教室から出て行っちゃってさ、それ以来あいつ教室に戻ってこなかったんだよ。まるで武勇伝を語るかのように堂々と話す翔太さんに、俺は何も言うことができなかった。まあでも子供のしたことだし、特にお咎めはなかったよ。あいつ元気にしてるかな。一切悪びれない上に、なぜか懐かしむような顔を見せる。この人は一体何を言っているのだろう。相手の心に深く傷をつけたはずなのに、この人には一切罪悪感がない。ああ、そうか。傷ついた側は一生根に持つし、忘れたくても忘れられない記憶なのに、相手にとってはこの程度なのだ。まあ、あいつも君と同じく工場勤務とかしてるんだろうな。ああいう人間は社会の底辺の仕事しかできないかわいそうな人種だからな。わざとらしく
泣き真似までする翔太さんに、俺はこれ以上は耐えきれないと思い、財布から自分の分のお題を出して席を立った。あれ、もう帰るの？明日も早いので。底辺の仕事は大変だね。ま、頑張れ。翔太さんの笑い声を振り払うかのように、俺は足早に居酒屋を後にした。姉と翔太さんは似た者同士でお似合いだと思っていたけれど、二人は微妙に違うらしい。姉は俺のことを恥だと言い、存在自体をないものにしたいと思っている。だけど翔太さんはわざわざ俺に関わってきて見下してバカにしたいのだ。なぜわざわざ関わってきてバカにしたいのだと疑問に思うけれど、世の中には一定数こういう人物がいる。俺みたいなタイプには一生理解できないような感覚を持ち合わせている人間なのだ。毎日悶々としながら過ごしていたら、いつの間にか姉の入籍日を迎えてしまった。俺の気持ちは行きたくはなかったけれど、弟がお祝いの席に欠席というのは不自然だ。なので、料亭で行われたお祝いの席にしぶしぶ参列したのだが、お互いの両親が席を立ったタイミングで、それまで人好きする笑顔を浮かべていた翔太さんがニヤニヤと下品な笑みで俺に絡んできた。直隆くんはこういう料亭は初めて？この店は初めてですね。そっかそっか。まあ君には一生縁がない場所だろうし、後悔しないようたらふく食べていくといいよ。そしてゲラゲラと下品な笑い声を上げる。姉もその隣でニヤニヤと嫌な笑みを浮かべていた。ああ、でも貧乏人には高級すぎる料理かな。胃がびっくりしちゃうかもしれないから気をつけて食べなよ。ちょっと翔太、笑わせないでよ。俺は義兄として義弟を心配してあげてるだけだよ。まあ、でも年収100万円じゃこんなお料理は一生食べられないでしょうしね。直隆、ちゃんと味わって食べなよ。姉の発言に、俺は、と首をかしげる。年収100万円？俺、姉ちゃんに年収の話なんてしたっけ？あんたの勤めてる工場の名前で検索して、ネットに掲載されてる年収をチェックしたことがあるのよ。年収100万円とか貧乏すぎだろ。金に困っても俺たちには頼らないでくれよ。ああ、なるほど。そういうことか。と、俺は納得した。姉と翔太さんがここまで俺を見下してくる理由は、姉の勘違いが原因なのだ。あのさ、俺の工場は正社員にちゃんと給料を払ってるよ。バイトならともかく、正社員で年収100万円ってありえないから。はあ？何言ってんの？だってネットの情報にはそう書いてあったし。多分それ、同じ名前の別の工場だよ。そこは低賃金で福利厚生もほぼないし、人材を使い捨てるって業界で悪評高いから、俺はちゃんと従業員に対して給料払ってるよ。ちょっと、何わけわかんないこと言ってんの？あんたが従業員に給料払ってるとか、なんかお偉いさんみたいなことを言っているように聞こえたんだけど。そういえば、姉と俺は没交渉でお互いのことをほとんど知らないのだ。俺は姉が婚約者を見つけたことすら知らなかったし、逆に姉が俺の仕事を正確に知らないのも無理はないだろう。なので、俺はこの機会に全て教えてやることにした。年収1億円は貧乏なのか？はあ？なんか勘違いしてるみたいだけど、俺は工場勤めじゃなくて工場経営者だよ。葵工場っていう名前は俺が尊敬してたじいちゃんの名前、葵から取って命名したんだ。へえ？俺から突然告げられた真実に、二人は驚いてポカンとしている。何も知らない二人に呆れつつ、俺は一から丁寧に説明してやった。父方の祖父、葵じいちゃんは俺のことをとても可愛がってくれた人だ。
とても厳しい人だったけれど、その厳しさにはちゃんと理由があった。姉は葵じいちゃんのことを苦手に思ってて、あまり交流がなかったけれど、葵じいちゃんは俺が大学卒業する頃に亡くなってしまったので、持っていた広大な土地が残されてしまう。大学で経営学を学んでいた俺は、葵じいちゃんが残してくれた土地を活用するための方法を考え、工場を経営するという答えにたどり着いた。そこから必死でさらに経営を学び、大学在学中に人脈を作り、卒業後は実際にいくつかの工場を転々としながら経験を積んだ。そして20代半ばで工場を完成させ、本格的な経営を開始。この年になるまで必死になって働いてきた甲斐もあり、年収は1億に届くレベルになっていた。そういえば、翔太さんが勤めてる会社って花の衣装業でしたよね。あそこはうちと取引があるんですよ。出任せを言うな。保健室登校のお前が工場経営者？とても笑えない冗談だな。翔太さんがそう言い張るので、仕方なく最終手段を使うことにした。じゃあ後日、翔太さんの会社に伺いますよ。関西支社でしたよね。はったりだろ。はったりかどうかはその時にわかりますよ。じゃあ俺はこの後仕事があるので、少し早いですけど、おいとまさせてもらいますね。呆然とする二人を置いて、俺はさっさと料亭を後にした。そして後日、こんにちは。これではったりじゃないことが分かっていただけましたか？しっかりとスーツを着込み、翔太さんの勤める関西支社へ行き、会議室で待っていた翔太さんに笑顔で言った。ようやくすべてを理解した翔太さんは、俺に頭を下げて謝罪した。同席した翔太さんの上司が困惑しているようだったので、今まであったことをすべて教えてあげた。この人は私の姉の婚約者。ああ、もう入籍したから旦那さんか。そういう関係なのですが、私を工場勤務の一般社員と勘違いしていて、社会のゴミだとか、底辺の貧乏人だとか、見下した発言をいろいろとしてきまして。失礼ですが、御社の社員教育はどうなっているのでしょうか。翔太さんの上司は、俺の説明を聞くと、慌てて謝罪してきた。そして翔太さんの首根っこをつかみ、部屋から追い出すと、改めて俺に向かい頭を下げた。今回は見逃しますが、二度とこのようなことが起こらないよう再発防止に努めてください。その後、翔太さんは上席から厳重注意を受け、本社転勤の話は取りやめになってしまったそうだ。出世コースから外れるかもしれないと姉から珍しく俺に電話がかかってきて教えてくれた。私、あんたがそんな偉い人だって知らなかったの。今までのことはちゃんと謝るから、翔太の上司に口利きして。偉くても偉くなくても、他人に対してあんな態度と言動はダメだろう。いい年した大人だろ。やっていいことと悪いことくらい分かれよ。そうよね。反省してるわ。だから何？さ、失礼な発言を許しただけでもありがたいと思ってほしいよ。なんで俺が口利きなんてしなきゃいけないわけ？自業自得だから、それ。まだ何かわめいている姉を無視して電話を切る。その後、両親から聞いた話によると、どうやら姉は翔太さんの給料と将来有望だというだけで結婚したらしく、今回の一件が原因で新婚なのに喧嘩が絶えず、離婚寸前な状態になっているようだ。両親には今まで姉と翔太さんから受けた被害を説明。すると、女の子だからと甘やかして育てた私にも原因があるわ。ごめんね。今まで気づかなくて。もし離婚して戻ってくるようなことがあっても、それはあの子の自業自得だ。家にも入れないし、援助もしないことにする。こんなことを俺に言ってくれた。今まではどうせ信じてくれないだろうと相談をしなかったけれど、こんなにもあっけなく俺の言葉を信じてくれた両親を見て、もっと早く相談しておけばよかったなと後悔している。これからは両親のことを信じて、もっと家族として頼っていくつもりだ。工場もこれからもっと事業を拡大していく予定だし、
信じ合える家族と共に助け合って生きていこうと思っている。低学歴の姉がいて恥ずかしいわ。お前、マジで身内の恥だな。弟から言われた信じられない言葉に、私は唖然とした。私の向かい側に座っているのは、ニヤニヤと下品な笑みを浮かべる弟と弟の奥さん。家族なのに、どうしてこんなひどいことが平然と言えるのだろう。私は呆然としながら、なぜこうなってしまったのかを思い返した。私が物心つく前に父親はいなかった。母が言うには、あの役立たずは私が捨ててやったのよ。稼ぎもろくにないし、家事だってまともにできない。そんな男と一緒にいる意味なんてないでしょ？というのが離婚の理由らしい。そして私はそんな父親と似ているらしく、母からあまり好かれていなかった。仕事に行ってる私の代わりにあんたが家事をするのよ。ミチテルの面倒をちゃんと見てね。弟のミチテルは母に似ていて、母は弟ばかりを可愛がっていた。ねえ、これちょうだいよ。小さい頃、弟が私の持っている本を欲しがったことがあった。私は読書が好きで、その本は何度も読み返すくらい大好きだった。弟は本を読まない子だったのだが、私が大切に持っているのを見て欲しくなったらしい。当然、私は断ったのだが、お姉ちゃんなんだから弟のわがままは聞いてあげなさい。泣きわめく私のことはお構いなしに、母は本を取り上げると弟に渡した。その時、弟が私を見てにやりと笑った顔を今でもはっきりと覚えている。物心ついた頃から弟も私のことを存在に扱うようになったのだ。私が高校を卒業するまでは表面上普通の生活を送っていた。しかし大学へ進学することを考えていたある日のこと、私が持ってきた大学のパンフレットを見て母が当たり前のようにこう言い放った。あんたを大学に行かせる余裕はないからね。そもそもあんた、あんまり頭が良くないじゃない。大学なんてお金の無駄よ。高校を出たら働きなさい。だよな。姉ちゃん、俺より頭悪いし、大学なんて行く必要ないよな。女手一つで育ててくれた母には感謝している。子供を2人育てるのは大変だっただろう。だから大学に行く余裕がないと言われた時は仕方ないと思った。母の言う通りに私は高校を卒業後、地元の町工場に就職。母の負担を減らすため、卒業後はすぐに家を出て、それからは一人で頑張って生きてきた。しかし、ある日、弟からこんな連絡が来たのだ。入学祝いになんかくれよ。姉ちゃんは社会人だし、俺より金持ってるだろ。この時初めて私は弟が大学へ進学したことを知った。あの時に母が言った大学に行かせる余裕はないという言葉は、私が大学に行くためのお金は出したくないという意味だったのだ。小さい頃から弟より可愛がられていないことは分かっていたけれど、こんなのあんまりだ。誰も慰めてくれる人がいないワンルームの部屋で、私は声を押し殺して泣いた。弟のその後だが、とても順風満帆な生活だったらしい。大学でテニスサークルに入り、サークルのリーダーになって華やかな大学生活を送ったとのこと。勉強もできたので先生から一目置かれ、友達にも恵まれ、小さな町工場で黙々と働いている私とは真逆の生活だ。そして同じサークルで出会った彼女と在学中に婚約。大学を卒業した後は大手企業へ就職した。絵に描いたような人生だ。いわゆる勝ち組というやつだ。しかし私への態度は相変わらずで、久々に電話がかかってきたかと思えば、ああ、もしもし、姉ちゃん？俺、結婚するから。婚約中の彼女と？おめでとう。俺、社会人になったばっかりだけど、早めに籍入れて落ち着きたいし、母さんももういい年だから面倒見てやりたいしな。でさ、来週の日曜日に実家に戻ってこいよ。その日ちょうど実家に行く用事があるから、
うちで合流しようぜ。そんな急に言われても。あのさ、俺は姉ちゃんと違って忙しいから、その日しか空いてないんだよ。姉ちゃんは小さい町工場勤め、俺は大手企業勤め。同じ社会人でも全然違うの。じゃ、そういうことで。と一方的に話し終わると電話を切られてしまった。私を実家に呼び出したのは結婚の挨拶をしたいからではなくて、おそらくお祝い金目当てだろう。弟は私が就職してからたびたびお金の無心をしてきていた。断ると母がうるさいので毎回仕方なく渡していた。おそらく今回も同じだろう。本当は行きたくなかったけれど仕方ない。挨拶くらいはしておかなければ。うつうつとした気持ちで当日を迎えた。実家のチャイムを鳴らすと母が無表情で私を出迎えた。相手に失礼のないようにね。それだけ言うとさっさと奥へ引っ込んでしまう。私はため息を漏らしながら弟たちの待つリビングへ向かった。よ、姉ちゃん、久しぶり。母と違い笑顔で私を迎える弟。だけどその笑顔は純粋に私に会えることを喜んでいるものではない。あの顔は小さい頃からよく見ているから知っている。こちらを見下しバカにする笑顔だ。はじめまして、お姉さん、ミキと申します。そして弟の横に座っている見た目が派手な女性。彼女が弟の婚約者なのだろう。ミチテル君の言う通り、お姉さんだけが似てないわね。初対面だというのに、ミキさんはそう言ってバカにしたような顔で笑う。その笑顔は弟にそっくりで、私は眉を潜めた。お姉さんってお化粧品は何を使ってるんですか？まるですっぴんみたいなナチュラルメイクだなって思って。私、すっぴんでも結構派手な顔だから、そういうメイクに憧れてるんですよね。そして私を頭からつま先までじろじろと見ると、ふんと鼻で笑う。お姉さんが今日着てるその服、古着ですか？いや、違うけど。そうなんですか？ヴィンテージっぽい雰囲気で素敵だなって思ったんですけど。そしてクスクスと笑った。私は派手な格好が好きではなく、メイクも相手に不快感を与えない程度のものだ。ミキさんは洋服が古着に見えたと言っていたが、これは普通に洋服屋で買ったものだ。よれや汚れはないし、大切に着ている服なのだが、どうやらミキさんは私を見下し、バカにしたいらしい。初めて会う人間にこんな態度ができる人がいるなんて、あまりの衝撃に驚き、何も言い返せなかった。ごめんな、姉ちゃん。ミキって正直者なんだよな。そう。彼女は正直者とは違うと思うけれど。すると突然弟が私に向かって手を差し出してきた。何？いや、何じゃなくて、可愛い弟が結婚したんだよ。お祝い、ちゃんと持ってきたんだろうな。そんなの持ってきてないわよ。はあ？なんだよそれ。弟が結婚するんだぞ。普通お祝い金ってくれるよな。姉ちゃん、常識って知ってるか？私がお祝いのお金を渡すのを拒否すると、弟は一気に不機嫌になり私を責める。さ、姉ちゃんみたいな出来損ないと今まで縁を切らなかっただけありがたいと思ってほしいんだよね。はっきり言わせてもらうけど、姉ちゃんみたいな存在は身内の恥なんだよ。恥って私何もしてないじゃない。高卒で工場勤めとか恥以外の何でもないじゃん。常識知らずの低学歴の姉がいるなんて恥ずかしいわ。お前マジで身内の恥だな。私が高卒なのは弟と違って大学に行かせてもらえなかったからなのに、こいつは何を言ってるのだろう。弟の言葉を聞いた瞬間、私の中で何かがブチッと切れる音がした。じゃあそんな役立たずの会社と取引を継続したらもっと恥になるわね。契約終了させてもらうから。は？何わけわかんないこと言ってんの？あんた知らないの？
私は大きなため息をついて、弟にとある事実を教えてやった。あんたが働いている会社とうちの会社は取引があるのよ。下請けとかじゃなくて対等な立場で取引をしているわ。はあ、そんなわけないだろ。姉ちゃんが働いてるのは潰れる寸前の小さな町工場で。うちの会社はあんたの会社の製品を作る上で欠かせない重要な部品を作ってる会社なのよ。大げさじゃなくてなくてはならない取引相手よ。それと確かに小さい工場だけど、業界ではかなり有名な会社だから潰れるなんてありえないわ。ちょっと待ってよ。姉ちゃんが働いてる会社って飯田工場って名前じゃ。違うわよ。飯野工場よ。一文字違うわね。弟は私のことなんて全く興味がないから、私が働いている会社の名前もちゃんと知らなかったのだろう。会社名を聞き、弟は驚いて目を見開いた。飯野工場ってうちのパートナーじゃねえか。だからそう言ってるでしょ。でも取引中止にするってただの事務員のお前が勝手に決められるわけねえだろ。確かに私は当初あの工場に事務員として採用されたわ。だけど今は昇進して社長秘書をやってるのよ。ちなみにそこの2代目社長と私婚約してるから。婚約という言葉に今まで黙って聞いていたミキさんも驚いた顔を見せる。地味な女と見下していたみたいだから、婚約者どころか彼氏もいないと思い込んでいたのだろう。私は大きなため息をつく。あんたって本当家族のこと何も知らないのね。じゃあ今の母さんのことも知らないのかしら。知らないわよね。あんたあんまり実家に戻ってきてないみたいだし。どういう意味だよ。もしかして母さんがクビになったのも知らない？弟の驚いた顔を見て、やっぱり知らないのだろうなと察した。母は女手一つで私たちを育て上げたバリキャリだったけれど、数ヶ月前に問題を起こし退職したのだ。事実上のクビだが、穏便に済ませるため書類上は定年ということになっている。収入がなくなった母の生活費は私が援助していたが、もちろんただというわけではない。借用書を作ってあるので、いずれ返済してもらうつもりだ。借用書を見せながら弟に説明すると、ブルブルと震え出して机をバンと叩いた。こんなの無効だ。っていうか家族なのに金返せって、お前頭おかしいだろ。おかしいのはあんたたちよ。私に散々ひどいことしてきて家族ですって？私はもうずっと前からあなたたちのことを家族とは思っていないから。目を白黒させる弟を見て、ああ、こいつはこういう人間だったなと思い出した。普段は私のことを家族と思わず、召使い程度にしか思っていないのに、自分が困った時だけ家族面して助けを求めてくるのだ。それは母も同じだ。私が借用書を渡した時、母も同じようなことを言っていた。家族なのにおかしいじゃない。娘なら黙って援助するでしょ。ひどいわ。私を大学に行かせてくれなかったのに何言ってるの？小さい頃から弟と優劣をつけていたのは母さんよ。お金を貸してあげるのは今まで育ててくれた恩返し。無利子で返済期限も設けてないわ。これのどこがひどいっていうの？文句があるなら消費者金融を使ってちょうだい。母は悔しそうな顔をしながら借用書にサインをした。その目は私に対して何の感謝も抱いていない目だった。母さんはあんたと同じようなことを言ってたわ。そういうところまでそっくりなのね。私、お金を貸すだけじゃなくて、母さんの面倒も見てあげてたのに。面倒？これも知らないようだけど、母さんは長年の不摂生がたたってあちこちガタが来てるの。いくつかの病院に通ってるけど、その費用や通院の手配を私が全部見てあげてたのよ。嘘だろ？あの健康だった母さんが？健康？あなた何言ってるの？母さん、ずいぶん昔から薬を飲んでたわよ。弟は自分にとって都合のいいところしか見ようとしなかった。そして母は弟に自分の都合の悪いところを見せようとしなかった。面倒なことや嫌なことは全部私に押し付けていたのだ。今まで母さんの面倒を見てきたのは高校卒業まで育ててくれた恩返しよ。でもそれももう十分でしょ？あんた母さんの面倒を見てあげたいって言ってたわよね。
いや、それは。私、もうあんたたちとは縁を切るわ。で、私を大切にしてくれる人と結婚して家庭を持つから。待ってくれよ、姉ちゃん。嫌よ。もうあんたたちのために何もしてあげたくないのよ。それじゃ、後のことはよろしくね。そして何かわめき立てている弟を置いて、私は実家を後にした。二度とこの家を訪れることはないだろう。その後、私は母と弟の連絡先を削除した。着信拒否にしたのだが、母と弟はしつこく連絡をしてこようとしたので、思い切ってスマホを新調した。社長、私の婚約者が同じ機種にしようと言って買ってくれたのだ。彼は私の家庭の事情を知った上で結婚を申し込んでくれた。私を守るために全力を尽くすと約束してくれて。他人からこんなにも大切に扱われたのは初めての経験で嬉しくてなんだかくすぐったい気持ちだ。その後の我が家だが、私の同級生である弟の知り合いから聞いた話によると、弟は母を見捨てることができず、だからといって完璧に面倒を見てやることもできず、実家は波乱万丈の日々を送っているらしい。弟は母を思うあまり、結婚早々に実家に戻ることを決意。ミキさんを連れて同居を開始したのだが、母もミキさんも気が強い性格なので、嫁と姑の仲は悪くなるばかり。弟が間に入ってうまくやれればいいのだが、あの弟にそんなことは期待できない。板挟みになった弟はすっかりやつれてしまったそうだ。そして私が宣言した取引中止の件だが、あれは脅しでも何でもなく本気だった。一社会人としてあんな人間が働いている企業を信頼することなどできない。社長に相談したところ、すぐ取引中止の手続きを取ってくれた。しかし、事情を伺い検討させていただきました。該当社員を今すぐクビにすることは企業の立場として難しいのが本音です。その代わり該当社員を海外の田舎にある支社に転属させます。国内の業務に関わることはほとんどなくなりますし、これでどうか手打ちにしていただけないでしょうか。意外な提案をしてもらい、それならばと提案通りにしてもらうことにした。あの企業とは取引を継続中だが、また問題があればすぐ中断するつもりだと社長は言ってくれた。取引先はあの企業だけではない。商品の卸先が一つなくなったところで、うちの工場はあまり困らないのだ。すべて終わった後、私は婚約者と晴れて入籍。お互いの希望もあり、結婚式はごく親しい人だけを呼んで執り行った。私の家族は一人も出席しなかったけれど、あちらの家の人たちにとてもよくしてもらったし、親しい友人から盛大に祝ってもらえたので、とてもいい式になった。これから私は私と大切な人のために生きていく。この先の人生もきっと大変なことがたくさんあるだろうけど、夫と一緒にどんな困難にも立ち向かっていくつもりだ。この程度で病院に来ないでくれる？はっきり言って迷惑なのよ。地元の個人病院で看護師の飯田さんから放たれた言葉に、私は呆然とするしかなかった。飯田さんは1ヶ月ほど前からこの病院で働き始めた看護師だ。前任の看護師さんはとても優しい人だったけれど、妊娠が判明して惜しまれながら退職。そして新しくやってきたのが飯田さんなのだが、彼女はいろいろと難ありの性格らしい。これ見よがしに大きなため息を吐き、呆然としたままの私に再び信じられない言葉を放つ。子供はすぐ体調を崩すから迷惑なのよ。毎回対応しなきゃならないこっちの身になってくれる？そんな、うちの子こんなに苦しんでるんですよ。5歳になる娘が気持ち悪いと言い、家で吐いてしまったのだ。お腹を押さえる仕草をして顔色は真っ青。しかし飯田さんは娘をちらっと見て2度目のため息を吐いた。まったく子供は大げさね。薬飲んで寝てれば治るわよ。先生はまだですか？はいはい、もうちょっと待っててよ。
ああ、めんどくさいな。私は言い返すこともできず、飯田さんが診療室を出て行くのを黙って見ているしかできなかった。私の名前はあかり。どこにでもいる普通の子持ち主婦だ。夫と娘の3人暮らしで、住んでいる場所は都会から少し離れた片田舎。近くに病院がないので仕方なく飯田さんのいる個人病院に通っている。飯田さんは私に対して最初から失礼な態度だった。診察券を差し出すとむすっとした表情で奪い取るように持っていく。娘と私がちょっと雑談をしているだけで静かにしてくださいと大声で怒ってくる。はじめはその態度のひどさに驚いたが、他のママ友に聞くと同じようなことをされたらしい。特に子持ち主婦に対してひどいみたいよ。自分が独身だからひがんでるんじゃないかしら。彼氏もいないらしいし。あの人、元は県内の大病院にいたらしいわよ。宇野台附属病院ってところなんだけど、父親もあの病院で働いてるって自慢げに話してきたのよね。はあ、その自慢話、私も聞いたわ。父親のつてで就職したけど、あの性格だからクビになったらしいわよ。ママ友たちの噂が全て本当かわからないけれど、確かにあの性格ではどの職場でもうまくやっていくのは難しいかもしれない。だけど、こんな片田舎の個人病院では看護師の確保も一苦労らしく、横柄すぎる態度なのに、飯田さんはクビになる気配がない。近くに他の病院もないし、あの病院は先生の腕はいいのだ。おとなしく飯田さんが辞めるのを待つしかないのか。と私はため息をついた。そんなある夏の日、私は夏風邪をこじらせてしまい、仕方なく病院へ行く。咳が止まらず胸が痛い。呼吸をするのも苦しいくらいなのに、診察室に入り、先生を待っている私に向かって、飯田さんはヘラヘラと笑いながらこんなことを言った。夏風邪はあれが引くって言うわよね。まさにその通りって感じだわ。こちらを見下すような言い方にさすがにカチンときてしまう。どういう意味でしょうか。ぜいぜいと息を切らしながらそう聞くと、飯田さんは、あら、冗談よ。怒ると体に悪いから、おとなしく先生を待っててね。と嫌みったらしい笑みを浮かべながら言った。もっと言い返してやりたかったけど、そんな体力も残っていない。先生の診断結果によると、私は肺炎寸前のひどい状態だったらしい。薬をもらい、家で安静にして過ごす。しかし、私が治ったかと思えば、今度は旦那が夏風邪をひいてしまった。私みたいに肺炎寸前になったら大変だ。すぐに病院に行くように促したのだが、あそこの病院、久々に行ったけど、あの看護師は何なの？どういう神経してるんだか。何か嫌なこと言われた？俺のカルテを見て、あかりさんの旦那さんですかって絡んできたんだ。で、じろじろ見て見下すように笑ったかと思えば、あの人の旦那さんって感じですね、納得って言われたんだよ。私に対してだけでなく、旦那に対してもひどい対応をしたなんて。自分だけならまだしも、家族にまで害を加えようとするのは、さすがに見逃せない。だけど、ただの主婦である私に何ができる？飯田さんのせいで少し不機嫌な旦那を諌めながら、どうすればいいのか、頭の中でぐるぐると考えを巡らせた。旦那の夏風邪もすっかり治ったある日、行きつけのスーパーで会いたくない人に会ってしまった。あら、あかりさん、どうも。その後、旦那さんの調子はいかが？私を見るや否や、逃げる間も与えず、私に近寄ってきた飯田さん。私は若干顔を引きつらせながらも、周りの目があるので邪険にするわけにもいかず、なんとか愛想笑いを浮かべた。おかげさまですっかり完治です。どうもお世話になりました。いいえいいえ。っていうか、あかりさんの旦那って、篠原建設に勤めてるのね。あそこって、お給料どうなの？まあ、そこそこです。
旦那の保険証で勤め先を確認したのだろうか。仕事で得た情報をこうして外で堂々と話すなんて看護師としてありえないのでは。すると飯田さんは私のカゴの中身を見て鼻で笑う。今日の夕飯はカレーなのね。しかもこのルーって安売りしてたやつじゃん。子供と旦那がこのカレー好きなので。篠原建設の給料じゃこの程度のカレーしか食べられないか。私こんな安いルーのカレー食べたことないわ。あからさまに私を貧乏人と見下している様子に口の端が引きつってしまう。しかしここで中途半端に話を終わらせるのは不自然だし、仕方なく会話を続ける。飯田さんは看護師だから稼ぎがあるんですね。すると飯田さんはふふんと自慢げな顔を見せる。別に私が看護師だから稼ぎがあるってわけじゃないわ。私の父、宇野大附属病院で医者やってんのよ。結構権威のある医者でさ、いわゆる実家が太いってやつなのよね。そうなの、すごいわね。私が表面上だけ褒めると、飯田さんはさらに自慢げな様子で聞いてもないことをペラペラと喋り続けた。お金に余裕あるし、別に結婚しなくても一人でやっていけるのよね。私、もともとあんまり結婚願望なかったんだけど、ここら辺に住んでる子持ち主婦を見ると結婚しなくて正解だなって思うわ。へえ、そう。みんな子育てに必死で女忘れてるって感じするし、ああはなりたくないわ。それに貧乏な男と結婚して苦労するなんて絶対嫌だしね。私は安いルーでカレーなんて食べたくないわ。そうね。飯田さんの言葉は私やここら辺に住む既婚者を見下す内容だ。周りを見下して自分が一番だと思っている態度。これには私も怒りを通り越して呆れてしまったが、人目があるので何も言い返せないし、感情のこもっていない返事をするしかない。これ以上飯田さんと話したくないけれど、どうやって話を切り上げよう。そう悩んでいると、私と手をつないでいた娘が、ママ、お腹減ったよ。と無邪気に話を遮ってくれた。すみません、飯田さん、これで失礼しますね。ああ、そう。じゃあね。まだまだマウントを取りたがっている様子の飯田さんを置いて、そそくさと逃げる。ナイスタイミングで助け舟を出してくれた娘に、その日は一つだけ好きなお菓子を買ってあげた。これ以上飯田さんと顔を合わせると、そのうちストレスでどうにかなってしまいそうだ。そうなる前に別のかかりつけ医を探さなければ、と思っていたある日、娘が突然41度の熱を出してしまった。このくらいの年齢の子供が熱を出すのは珍しくないけれど、あまりにも高熱だ。熱が出ているのに気がついたのは、飯田さんのいる病院が開く数十分前。慌てて娘を抱えて病院へ駆け込む。開院時間ぴったりに到着すると、私たち以外に患者はおらず、受付にはだるそうに頬杖をついている飯田さんしかいなかった。飯田さんは私たちを見て面倒くさそうな表情を見せる。はあ？何？病院に来て何？とはあんまりなセリフだが、今は飯田さんに突っかかる余裕なんてない。娘が高熱を出してしまいまして。うわ、明らかに熱出てますって顔じゃん。すぐ見てもらいたいんですけど。私の腕の中で娘がぜいぜいと苦しそうに息をする。しかし飯田さんはそんな娘を一別して信じられないことを言ったのだ。私さ、今日合コンなんだよね。は？だから熱移されたら嫌なのよ。家帰って市販薬飲んで寝ててくれない？でもこんなに苦しんでるのに。そんなに子供が心配なら救急車呼べば？あまりの言葉に体中の血が一気に沸騰するのを感じた。あなたそれでも看護師なの？いい加減にしてよ。初めて言い返した私に
飯田さんは少し驚いた顔を見せる。そういえばママ友がこんなことを言ってたっけ。あかりさんはおとなしいからあの看護師に絡まれるんじゃない？私もひどい対応されたけど、あかりさんほどじゃないわ。そうね。次何か言われたらガツンと言い返しちゃいなさいよ。ママ友たちの言う通り、私はどちらかというとおとなしい性格だ。争い事は嫌いだし、なるべく平穏無事な人生を送りたいと思っている。だけど大切な娘がこんなに苦しそうにしているとなれば話は別だ。私の剣幕に驚いていた飯田さんだけど、すぐに調子を取り戻してこんなことを言ってきた。じゃあ、はっきり言わせてもらうけど、貧乏人の子は見たくないのよ。だから、とっとと帰ってちょうだい。飯田さんの言葉に、先ほどまで煮えくり返っていた腹の内が、スーッと冷えていくのを感じた。人間は怒りを通り越すと、冷静になるらしい。そして私は、今まで周りに隠していたことを飯田さんに言い放った。貧乏人？院長の孫って貧乏人に当てはまるのかしら？間抜けな顔で間抜けな声を上げる飯田さんを私は冷たい目で見る。この子、院長の孫よ。ああ、この病院の院長じゃなくて、宇野台附属病院の院長ね。宇野台附属病院って私が前にいたあの大病院の？そうよ。ああ、そういえば、あなたのお父様が働いていらっしゃるらしいわね。権威のあるお医者様とか言ってたけど、すっと目を細めた私に、飯田さんはびっくりと体を揺らす。あなたと同じ名字の医者はいないって父から教えてもらったわ。唯一同じ名字であの病院で働いているのは院内コンビニの店員らしいけど。それと、父からこんな話も聞いたわ。飯田という看護師が既婚者の医者に無理やり迫って断られたって。その医者は若手のホープだったから問題の看護師をクビにしたらしいわ。これ、あなたの話よね。先ほどの勢いはどこへ行ったのか。飯田さんはあからさまに目を泳がせていた。なんのことやら。ああ、ちなみにその若手のホープと父はとっても仲良しなの。今度この病院に連れてきましょうか。私の話が嘘か本当か、それでわかるでしょ。とどめを刺すような私の言葉に、飯田さんは慌てて受付から出てきて、勢いよく頭を下げる。ごめんなさい、その話は誰にも言わないで。謝る暇があるなら、早くこの子を見てちょうだい。はい。私が一喝すると、飯田さんはすぐさま先生を呼びに行った。診察の結果、娘の高熱は単なる風邪だと判明。処方してもらった解熱剤を飲むとすぐに熱は下がった。その日の夕方にはニコニコと笑顔を見せるくらいまで回復してほっと胸をなで下ろす。この年齢の子供は熱が出やすいとはいえ、あんな高熱は初めてのことで慌ててしまった。慌てた結果、今まで周りには隠していた事実を飯田さんに教えてしまったが、もうこの際その特権をフル活用すれば？どうやって？お父さんに頼むんだよ。あの人、孫娘には甘いからさ。夫はにやりと笑い、スマホを取り出す。彼が何を考えているかすぐわかり、私は少しだけ呆れながらもその案に賛成した。後日、インターフォンが鳴ったので来客カメラを見てみたら、そこには憔悴しきった様子の飯田さんがいた。仕方なく玄関に出ると、飯田さんは勢いよく土下座してこんなことを言う。院長の娘さんとお孫さんとは知らず、大変失礼しました。知っていたらちゃんとした対応をしていたというふうに聞こえるけど、看護師としてそれはどうなのかしら。申し訳ありません。深く反省しています。だから私の首を撤回してくれませんか？先日、夫が父に電話して、ここ最近起こった出来事をすべて報告した。可愛い孫娘にひどい対応をしたということに対し、父は激怒。飯田さんが働く病院に父自ら電話し、院長にこんなことを言ったらしい。
そのような看護師を雇い続けるのはいかがなものでしょうか。地域の皆さんの健康に関わる問題ですよ。看護師不足というなら私が紹介しましょう。実は院長も飯田さんの態度には辟易していたらしく、父の提案にすぐ了承。父の紹介で公認の看護師がすぐ決まり、飯田さんはあの病院を追い出されてしまったのだ。私に許してもらえればあの病院に戻れるとでも思っているのだろうか。一つ気になったのだけど、どうやって私の家を知ったの？カルテに書いてあった住所をメモしてここまで来ました。私、看護師じゃないから詳しいことはわからないんだけど、カルテの住所を勝手にメモして外部に持ち出すのって個人情報的にダメなんじゃない？それは仕方なくなんかないわ。全部あなたの自業自得で、あなたが引き起こしたことだもの。私を巻き込まないでちょうだい。すると飯田さんは勢いよく頭を上げて半泣きになりながら訴えてきた。そんな、私あなたにはとてもよくしてあげてたじゃない。あれのどこが？あなたの頭って随分自分の都合のいいようにできているのね。こうしてうちに押しかけてきて玄関先で土下座されるのってはっきり言って迷惑だし怖いわ。今すぐ帰らないと警察に通報するから。ポケットからスマホを取り出し飯田さんに見せる。私が本気だということを悟ったのか、彼女はそれ以上何もできず黙って立ち去るしかできなかった。その後ママ友から聞いた噂によると、突如クビになった飯田さんは生活がギリギリで、最近は深夜の道路工事のバイトをしているらしい。他のママ友は駅前でティッシュ配りをしていたのを見かけたという。身綺麗にしていたのに今はすっかりやつれてボロボロよね。服や化粧品を買うお金もないらしいわよ。飯田さんがどうなったかはさておき、あの病院から彼女がいなくなったおかげで、最近は心置きなく病院に行くことができる。私の正体を知った院長の態度が若干硬くなった気がするけれど、今もかかりつけ医としてお世話になっている。先生の腕はいいし、公認の看護師さんもいい人だし、あの病院はこの先もずっと私たち一家のかかりつけだ。無事取り戻した平穏な日々の中、旦那と一緒に娘の成長を見守りつつ、健康には気をつけて過ごしたいと思っている。お前、この会社に謝罪に行ってこい。上司のミスで取引先に迷惑をかけたというのに、謝罪はなぜかいつも俺がすることになる。取引先の人たちにも上司の横暴さは伝わっており、大変ですね、と逆に同情されてしまう始末。こんな生活、もう嫌だ。取引先からの帰り道、俺は心の中で叫んだ。そもそも今の上司がうちの会社にコネで入社しなかったら、俺が部長になる予定だった。それなのに昇進もできず、上司にはこき使われ、仕事量は山のような状態なのだ。俺は長年勤め上げてきたこの会社を退職しようかと考え始めていた。俺は匠、都内で働く会社員だ。家族は妻と息子の3人。俺は順風満帆な人生を送っていた。あの上司が会社にやってくるまでは。お前、今日中にこの仕事よろしく。終わったら帰っていいぞ。あ、もちろん残業代なんて出ないからな。上司はそう言って大量の資料をどさっと俺の机に置いた。この仕事量では今日中に終わるわけがない。もうすぐ定時になるというのに。このように上司はいつもありえない量の仕事を押し付けてくる。この男が上司になってからというもの、俺が帰宅するのは毎日0時を回っているのだ。しかもこの上司は社長の甥っ子にあたるので扱いに困る。この上司は別の会社で何度もトラブルを起こしてクビになり、うちの社長がこの会社で面倒を見ることになったらしい。そして社長の甥っ子
というだけでいきなり部長として俺の上司になったのだ。しかし部長というのは名ばかりで、仕事に対して全くやる気が感じられず、さらに仕事も遅い上にミスを連発するのだった。それなのに他の社員への態度はとても横柄でパワハラ、モラハラは当たり前といった様子だ。そんなどうしようもない上司だが、社長の身内なので誰も逆らえず、本人もそれをいいことにやりたい放題なのだ。俺は社長から直々にこいつの世話を任されており、自分の仕事に加えて上司のミスの尻拭いや、上司が押し付けてくる大量の仕事を必死にこなしているという状況だ。しかし、そんな俺の苦労も知らずに、上司は毎日俺を見下してくるのだった。そんなある日のこと。なんだ、お前、ハゲているじゃないか。上司が俺の頭を指さした。すぐに鏡で見てみると、確かに後頭部に10円玉ほどのハゲがある。ストレスによる円形脱毛症だ。これからお前のことをハゲって呼ぶことにするから。上司はニヤニヤして嬉しそうだった。誰のせいでハゲたと思っているんだよ。俺は悔しさでいっぱいになったが、まともに相手をするほど暇ではないので、やめてくださいよ。とだけ言って仕事をそのまま続けた。しかし、その日から上司は円形脱毛症について何かといじってくるようになったのだ。毎日幼稚ないじりをする上司だったが、俺はなるべく関わらないように心を無にして淡々と仕事をこなしていた。しかし、ストレスは日に日に積もり、10円玉ほどのハゲは500円玉ほどの大きさになってしまったのだ。そんな俺の唯一の癒しは家族だった。妻は俺のことを常に気遣ってサポートをしてくれるよくできた妻だ。息子も親孝行でとても頼もしく育ってくれている。そんな息子から先日嬉しい報告があった。今年結婚するというのだ。相手は以前からお付き合いしている幼なじみのアミちゃん。しかもアミちゃんの父親であるゆずると俺は昔からの親友なのだ。その報告を聞いて俺はすぐにゆずるに電話をした。ゆずるも娘の結婚をとても喜んでいた。俺たちが親戚になるなんてこんな珍しいこともあるんだな。こんなめでたい話はないな。今度うちでお祝いしよう。俺とゆずるはそんな話をして電話を切った。息子の結婚が決まってからというもの、我が家は結婚式の話題で持ちきりだった。休日になるとゆずる夫婦が家に来てはみんなでいろんなことを話し合った。ある時、俺が上司の愚痴をこぼすと、ゆずるは自分のことのように怒ってくれた。何かあったら俺が力になるから言ってくれよ。ゆずるは昔から頼もしい男だ。俺はそんな親友に感謝の気持ちでいっぱいだった。家庭内ではそんな嬉しい出来事があったが、会社では相変わらず上司のパワハラがひどかった。以前は仕事が大好きな俺だったが、あの上司が来てからは会社に行くのが億劫になっていた。そもそも今の上司がうちの会社にコネで入社しなかったら、俺が部長になる予定だったのだ。それなのに昇進もできず、上司にはこき使われ、仕事量は山のような状態なのだ。俺は長年勤め上げてきたこの会社を退職しようかと考え始めていた。しかし、社長には学力のなかった俺を拾ってくれたという恩がある。それに何十年もこの会社に尽くしてきた俺は、誰よりもこの会社を熟知しているという自信があった。今俺が辞めてしまうと、きっとこの会社はうまく回らないだろう。そんなことを考えると、なかなか退職すると言い出せなかった。しばらくして息子の結婚式の日が近づいてきた。
式は亜美ちゃんの希望で大人気の結婚式場で執り行うことにしたらしい。日程については希望通りの予約ができず、平日に行うことになってしまった。そのため、俺は結婚式に出席するために有給を申請した。しかし、上司に有給の申請書を渡すと、有給だってふざけているのか？休んでいいわけないだろう。上司はそう言って申請書を俺の目の前でビリビリと破いた。息子の結婚式なんです。一日でいいので休ませてください。そんなことは知らん。結婚式より会社の方が大事だろうが。上司は意地悪く言った。おそらく俺がいないと自分の仕事を押し付ける人がいないから困るのだろう。そんな理由だけで俺を休ませないようにしているのだ。俺はこんな上司にこれ以上何を言っても無駄だと思い、社長へ直接話をすることにした。すまないね。君には苦労をかけて。もちろん息子さんの結婚式の日は休んでくれたまえ。それに有給は社員の権利なのだから、どんどん使ってくれ。おいには二度とこんなことがないように、私からきちんと話しておくよ。社長はそう言ってすぐに有給を許可してくれた。しかし上司は社長から注意を受けたのが気に入らなかった様子。俺への風当たりはさらに悪化してしまった。ハゲの分際で結婚式に参加なんて、この恥知らずが。結婚式で会社を休むようなやつはクビにしてやるぞ。式だけ参加したらすぐに会社に戻ってこい。披露宴は参加するなよ。と結婚式までの何日間顔を合わせるたびに言われ続けた。俺はそんな上司からの罵声に悔しい思いをしながらもじっと耐えていた。そして結婚式当日、もちろん俺は披露宴までしっかりと堪能した。息子と亜美ちゃんの晴れ姿を見た俺は感動でずっと泣いていた。それほど素晴らしい結婚式だったのだ。しかし次の日に出勤すると、感動をぶち壊すかのように上司が俺に掴みかかってきた。おいハゲ、俺の命令を無視したな。いい度胸だ。これからもっと雑用を押し付けてやるよ。休日出勤でただ働きさせてやる。事前にちゃんと有給申請していましたよね。そんなことをされる筋合いはありませんが。なんだ、口答えか。そもそも身内の結婚式くらいで休むな。考えが甘いんだよ。俺がその根性を叩き直してやる。上司のあまりにもひどい言いがかりに、俺はついに堪忍袋の緒が切れた。では本日で会社を辞めますね。これ以上あなたと仕事なんてやってられないので、今までお世話になりました。俺はそう言ってデスクの荷物を片付け始めた。当然社内は騒然としている。辞められたら困る。あの人がいないとこの会社は終わりだ。という声や、あんな扱いを受けたら辞めたくなって当然。という声。同僚たちから様々な声が聞こえたが、俺を非難するような声はなかった。上司は慌てながらも、俺を引き止めるのはプライドが許さないようで、なんだと？お前なんかここを辞めたら路頭に迷うだけだ。そんな年で雇ってくれるところなんてどこにもないぞ。どうせまた戻って泣きついてくるんだろう。後悔しても知らないからな。と俺の隣でブツブツ言いながら真っ青な顔であたふたしていた。そんな上司を無視して俺は会社をさっさと後にした。その後上司から鬼のように着信があったがすべて無視。社長からも戻ってきてほしいと懇願されたが丁重にお断りした。帰宅後妻に辞職したことを話すと、よかった。あの会社にいたらあなたの体が壊れてしまうわよ。これからのことは一緒にゆっくり考えましょう。と言ってくれた。本当によくできた妻だ。それに社長が今まで会社に尽くしてくれたのだから退職金は受け取ってくれ。と
退職金を出してくれたので、当分の生活には困らないだろう。俺は妻の言う通り、これからのことをのんびりと考えようと思っていた。ところが、俺が退職したことをゆずるに話すと、お前、俺のところで働いてくれないかと言ってきたのだ。ゆずるは会社を経営しており、以前から俺を自分の会社に来ないかと誘ってくれていた。しかも、ゆずるの会社は俺の元会社の大切な取引先なのだ。ゆずるさんのところなら、あなたの実力が発揮できるんじゃない？という妻からの勧めもあり、俺はゆずるの会社で働かせてもらうことにした。ゆずる、ありがとう。お世話になります。俺もお前がいてくれたら本当に助かるよ。ありがとう。ゆずるも俺の決断に心から喜んでくれているようだった。こうして俺はゆずるの会社に入社し、毎日とても充実した生活を送っていた。この会社は変な上司もいないし、ゆずるらしいアットホームな雰囲気の職場だ。しかし、俺を悩ませることが一つだけあった。それは例の元上司から毎日のように電話がかかってくることだ。もう俺には関係がない人だから無視してもいいのだが、簡単に無視ができない理由があった。それはゆずるに迷惑をかけたくなかったからだ。俺の元いた会社の業務が滞れば、取引先であるゆずるの会社にも影響が出る。元上司は今まで自分の仕事を全部俺に押し付けていたのだから、自分だけでやるにも俺に確認しなければ仕事を進めることができないらしい。そんなわけで、俺は元上司から連絡が来るたび丁寧に説明してやっていた。しかし元上司はそれを感謝するどころか、どうせお前なんかを雇うところはないだろう。仕事もしない暇人め。と相変わらず見下してくる。しかもこっちの都合も考えず、昼夜問わずに電話をかけてきて、すごく迷惑だった。ちなみに元上司には、俺が取引先の会社の役員になったなんて話はしていない。元上司に知られるとめんどくさいことになると思ったからだ。しかし、ゆずるに元上司の話をすると、もうあいつからの電話は無視しろよ。実はお前がいた会社との取引はやめようと考えているんだ。と話してくれた。何でも俺が退職した後から取引の際に何度も納期が遅れたりミスが発覚したりしており、信頼関係が崩れてしまったらしい。ゆずるからその話を聞いた俺はすぐに元職場の社長に連絡した。すると社長はいつになく弱々しい声で電話に出た。君がいなくなった後、次々に社員が辞めてしまったんだよ。それに君に任せていた仕事を代わりにこなせる人材もいない。今、うちの会社はガタガタの状態だ。その上、取引をやめられたら、もうこの会社はおしまいだよ。お願いだ、たくみくん。一度私と会って話をしてくれないか？社長に必死で懇願された俺は会社に出向くことにした。社長には昔からお世話になった恩がある。そう簡単に見捨てることはできなかった。久しぶりに元職場に到着した俺はすぐに社長室に通された。しばらく見ない間に社長はすっかりやつれてしまったようだ。俺は社長にある提案を持ちかけた。それはあの元上司をクビにするということだった。元上司は仕事もできないどうしようもない人だ。それにこの会社を辞めていった元同僚たちの話を聞くと、元上司のパワハラやモラハラが原因で辞めた人がほとんどだった。俺がいなくなった後、元上司はさらに荒れていたらしい。俺は今まで受けたパワハラの数々を社長に説明した。そして、あの人がいる限りこの会社は悪くなる一方です。あの人がいなくなるのであれば、ゆずるに取引のことを考え直すように説得しますよ、と力説したのだ。社長は、おいがそこまでひどかったとは、
君にも社員にも申し訳ないことをした。とショックを受けていたが、すぐに元上司を社長室に呼び出した。久しぶりに会った元上司は相変わらず意地悪そうな顔をしている。そして俺の顔を見るなり、このハゲ、よくのこのこと来れたものだな。また雇ってくれと泣きつきに来たのか。お前の居場所はもうないぞ。と言ってきた。しかし社長が、ここに居場所がないのは君の方だよ。今まで自分の甥っ子だからと甘やかしすぎたみたいだ。このままだと君のせいでこの会社は潰れてしまう。本日付で君はクビだ。と言うと元上司は急に慌て始めた。なんだっておじさん、こいつに何か吹き込まれたのか。無職のたわごとなんて信じるなよ。違う。君がやりたい放題しているという噂はいろんな方面から届いているぞ。もううちでは面倒見きれない。それに今匠くんはうちの一番の取引先であるスカット商事の部長だぞ。嘘だろ。お前スカット商事で働いているのか。そうですよ。この卑怯者、お前ごときがあんな会社に入れるなんて。元上司は悔しそうに顔を歪ませた。何を言っているんだ。匠くんは君よりもずっと有能だよ。君は明日から来なくていいから、今日中に荷物をまとめなさい。社長の言葉を聞いた元上司は泣きそうになりながら、ちくしょう、俺はこれからどうやって生きていけばいいんだよ。と絶叫。絶望的な表情を浮かべ、頭を抱えている元上司の姿には哀れみすら感じる。しかし自業自得だ。同情の余地はない。すると突然、そうだ、お前俺のことをスカット商事で雇ってくれ、頼む。そう言って元上司は俺の膝にすがりついてきた。どこまでも厚かましいやつだ。今まで俺にしてきた仕打ちを忘れたのか。しかし俺は少し考えた後、そうですね、スカット商事のオフィス内で働くことはできますよ。ただしどんな業務でも文句を言わずに真面目に仕事をすると約束できますかと尋ねた。すると泣き顔から一転、元上司は目をパッと輝かせて、おう、何でもするぞ。スカット商事で働けるならこんなところさっさとやめてやる。わははは。と嬉しそうに笑い出した。俺と社長は心底呆れて顔を見合わせたのだった。そして現在、俺はスカット商事で元上司と毎日顔を合わせている。ただし、俺はスカット商事の役員として、元上司はオフィスビルの清掃員としてだ。ここのオフィスの清掃はスカット商事が依頼している清掃会社が請け負ってくれている。清掃員はみんなプロ意識が高く有能な人材ばかり。特にリーダー的存在の清掃員である山田さんは元ラグビー選手で体格も良く迫力があり、新人指導が厳しいことで有名だ。俺は山田さんに頼めばこの男の腐った性根を叩き直してもらえると考えたのだった。そして案の定、元上司は山田さんに毎日厳しくしごかれながら清掃員の仕事をしている。最初、清掃員の仕事だと知った元上司は、騙したな、と怒り狂っていたが、それが山田さんの逆鱗に触れ、とても厳しい指導を受けたのだ。それ以来、山田さんが本当に怖いのか、反抗せずに素直に従っている様子。ちなみに、俺が見かけるときはいつも山田さんに叱られて涙目になっている。山田さんの指導の効果は抜群のようだ。それに、あのプライドの高い元上司がへこへこと頭を下げているのを見ると、俺も晴れやかな気分になるのだった。元上司にはこれを機に心を入れ替え、誠意を込めて仕事に取り組んでほしいと思う。一方俺は最近息子夫婦から嬉しい知らせを受けた。なんと息子の嫁の亜美ちゃんが妊娠したというのだ。俺も妻もゆずる夫婦も大喜びだった。これから生まれてくる孫の顔を見るのを楽しみに、今日も仕事を頑張りたいと思う。
誕生日おめでとう。ありがとう。くるみちゃん、誕生日おめでとう。その日は私の21歳の誕生日だった。お姉ちゃんとお姉ちゃんの婚約者のあきらさんが高級レストランでお祝いしてくれることに。料理はとても美味しくて、サプライズのケーキまで用意してくれて、すごく素敵な誕生日になった。しかし、お姉ちゃんが席を立った瞬間、とても美味しかったです。よかった。心配してたんだよ。こんな高級料理は母子家庭の貧乏人には合わないんじゃないかって。え？あきらさんは母子家庭で育った私たちを見下しているようだった。あきらさんの失礼な態度に心底腹が立ったけど、お姉ちゃんの旦那さんになる人ということもあって、この場は我慢するしかなかった。私の名前はくるみ。会社員をしている20歳。お父さんは私が生まれてすぐに他界してしまったので、お母さんとお姉ちゃんの3人で暮らしている。お父さんが亡くなった後は、お母さんが女手一つでずっと私たちのことを育ててくれた。今まで苦労することも多かったけど、家族3人でなんとかここまでやってきた。私もようやく自立することができて、今は会社員としてバリバリ働いている。最近は仕事がとても忙しく、家と職場を往復するだけの状態だ。頑張っている甲斐あって、昔に比べれば裕福になったし、生活に余裕もできた。将来はお母さんを海外旅行に連れて行ってあげたいという夢もある。そんなある日、お姉ちゃんから結婚すると報告があった。ついにお姉ちゃんも結婚だってね。ほんと嬉しい。お母さんは泣いて喜んでいた。そして次の週末にお姉ちゃんの彼氏が結婚の挨拶にやってきた。はじめまして、あきらです。あきらさんは高そうなスーツを着ていて清潔感もあって、いかにもエリートという感じだった。しかもイケメンで高身長。そんなあきらさんのことをお母さんはとても気に入ったようで、結婚には大賛成だった。結婚式はいつあげるの？お母さん、気が早いよ。なるべく早くしたいと思っています。礼儀正しくてとても優しそうな人だ。こんな人と結婚できるなんて、お姉ちゃんのことが少し羨ましくなった。しかし、お母さんが席を外した途端に、あきらさんから笑顔が消えた。なんか貧乏そうな家だな。ちょっと、そんなこと言わないでよ。そこら中ボロボロだし、この家って築何年なの？結構古いとは思うけどさ、あきらの家と比べないでよ。うちはもともと貧乏なんだからさ。しかも、片親だなんて聞いてないぞ。なんで黙ってたんだよ。別に隠してたつもりはないけど。お姉ちゃんとあきらさんは小声でそんな話をしていた。さっきまでの優しそうな笑顔のあきらさんからは想像ができない会話の内容で、私は少し驚いた。そしてお母さんが戻ってくると、あきらさんはまたさっきの優しい笑顔に戻り、何事もなかったかのようにお母さんと話している。あからさまに態度を切り替えるあきらさんに、私は少し不信感を覚えた。結局その日は挨拶をしただけで、あきらさんはすぐに帰っていった。私はあきらさんのあからさまな態度の切り替えが気になったので、お母さんがいないところでお姉ちゃんに聞いてみた。さっきお母さんがいなくなった時のあきらさんとの会話、私にも聞こえたんだけどさ、あきらさんって本当はあんな感じの人なの？ああ、聞こえちゃった？ごめんね。いいところも多いんだけどさ、お金持ちの家で育ったこともあってか、貧乏人が嫌いみたいで。そうなんだ。それ以外は完璧な人なんだよね。まあ、確かに背も高いし、イケメンで大企業に勤めてるんだっけ？お姉ちゃん、よくそんな人と出会えたね。どうやって捕まえたの？秘密。お姉ちゃんの結婚はもちろん私たちにとっては嬉しいことだけど、それ以上にお姉ちゃんは嬉しいんだろうなと思う。あきらさんのあの態度は少し気になったけど、お姉ちゃんが幸せならそれでいいと思った。それから数日後、
私は21歳の誕生日を迎えた。お誕生日おめでとう。ありがとう。アキラも一緒にお祝いしてくれるって言うから、今日3人で夕飯でも食べに行かない？いいの？いいよ。私の誕生日をお姉ちゃんとアキラさんがお祝いしてくれることになった。そして待ち合わせの時間になったので、指定されたレストランに行くと、もう2人は待っていてくれた。ごめん、待たせちゃって。大丈夫だよ。じゃあ、中に入ろうか。はい。レストランは高層ビルの最上階にあった。本当にいいんですか？予約を取るのも大変そうな。貧乏な家庭で育った私には萎縮してしまうほどの高級感だった。いいのいいの。せっかくの誕生日だからね。それにこんな機会でもないとこんなところ来れないだろうし。私はその言葉に少し違和感を覚えた。私を見下したような言い方に聞こえたけど、あまり気にしないようにした。その後はアキラさんから何を言われることもなく楽しく食事ができたので、やっぱりさっきの言い方はそこまで深い意味はなかったのだろう。コース料理が次々と運ばれてきて、どれも美味しかったし、最後にはサプライズでケーキまで用意してくれていた。こんなお祝いをしてもらったのは初めてだし、とても嬉しかった。くるみ、お腹いっぱいになった？もう大満足。ありがとう。あきらさんもありがとうございます。いえいえ。じゃあそろそろ帰ろうか。じゃあ私、ちょっとお手洗いに行ってくるね。お姉ちゃんが席を立ち、あきらさんと二人っきりになった時、私のためにこんな高級なレストランを予約してもらってありがとうございます。おかげさまで素敵な誕生日になりました。私は改めてアキラさんにお礼を言う。お礼なんていいよ。それより料理は口にあった？はい、とても美味しかったです。私がそう答えると、アキラさんは笑いながら、よかった。心配してたんだよ。こんな高級料理は貧乏人の口には合わないんじゃないかって。私を見下すようにそう言った。のぞみがもともと貧乏だったなんて知らなかったから、結婚の挨拶に行った時は本当に驚いたよ。のぞみの実家があんなボロボロだなんて。一瞬騙されたって思ったけど、のぞみはちゃんと稼いでいるし、おしゃれで品もあるから、さすがに結婚を取り消したりはしなかったけどね。それ、どういう意味ですか？だって、うちは金持ちだから、貧乏人と結婚なんてことになったら、一家の恥だろ？恥？今後、くるみちゃんは、義妹ってことになるわけだから、こういう料理も知ってもらわないといけないと思って、今日は誘ったんだよ。人をお金を持っているかどうかというところしか見ていない、見下すようなアキラさんの発言に、私はだんだん怒りがこみ上げてきた。アキラさんの失礼な態度には呆れてしまい、今すぐ帰りたかったけど、お姉ちゃんの旦那さんになる人だからと思い、気持ちを抑えた。それに理由はともあれ、私の誕生日のお祝いをしてくれたことに変わりないので、私も我慢するしかなかった。その後、お姉ちゃんが戻ってくると、この後バーにでも行く？と誘われたが、これ以上アキラさんと一緒にいたくなかったので、明日も予定があるので、今日はこの辺で。明日は休みだったけど、予定があると嘘をついて、先に帰ることにした。ああ、そうなんだ。残念。ごめんね。それじゃあ、今日はありがとうございました。私は二人にお礼を言うと、そそくさと家に帰った。それから数日が経ち、お姉ちゃんとアキラさんの結婚式が間近になったある日、お姉ちゃんが泣きながら電話をかけてきた。どうしたの？お姉ちゃんが泣きながら電話をかけてくるなんて今までなかったので、私は驚いた。理由を聞いてもお姉ちゃんは泣いているばかりで何も話してくれない。仕方がないので少し落ち着くまで待つことにした。しばらくしてようやく落ち着いたお姉ちゃんは衝撃的なことを言い始めた。実はね、アキラにお前の家族は体裁が悪いから結婚式には出席するなって言われたの。は？片親の女と結婚することを自分の親族に知られたくないんだってさ。私一人のことを見下すならまだしも、
結婚式に来るなというのはさすがに我慢できなかった。どうしたらいいかな。お母さんはアキラのこと気に入ってるし、結婚式も楽しみにしてるのに、なんて説明すればいいのよ。それならこうしよう。私はお姉ちゃんにある提案をした。私の提案を聞いてお姉ちゃんは渋っていたけれど、私が説得を続けると最後は「わかった、くるみに任せる」と言ってくれた。そして結婚式当日、私たちの親族は全員結婚式を欠席した。アキラさんが私たちに出席するなと言ってきたので、言う通りにしてやったのだ。なんで誰も来ないんだ？結婚式が始まる時間になっても私たち親族が誰も来ないので、アキラさんは相当焦っているようだった。これじゃあ式が始められないじゃないか。のぞみ、どうなってるんだ？お姉ちゃんはアキラさんに問い詰められても知らんぷり。しびれを切らしたアキラさんは私に電話をかけてきた。くるみちゃん、今どこにいるの？もう式が始まる時間なのに、なんでそっちの親族は誰も来ていないんだ？みんな待ってるんだけど。慌てるアキラさんに私は落ち着いたトーンで話す。体裁が悪いから来るなって言ったのはアキラさんじゃないですか？いや、それは。お姉ちゃんにだけ嫌味を言ったはずが、全部筒抜けだったと知ったアキラさんは急に声が小さくなる。私たちはアキラさんに言われた通り誰も行きませんので、式はそちらの親族だけでやってください。アキラさんが言った嫌味を親族全員に話すと、全員が大激怒。結婚式には行きたくないと言ったのだった。ちょっと待ってくれ。それじゃあ式が成り立たないじゃないか。今すぐ来てくれ。俺たちの結婚式を台無しにする気か？ここでアキラさんが誤って前言を撤回してくれたら、結婚式に出席してあげようと思っていたけど、アキラさんは謝るどころか逆ギレした。そんな悪びれる様子もない態度に、当然私も許すわけがない。謝る気持ちはないようですね。だったら行きません。私はそう言って電話を切った。それからしばらくすると、お母さんが急に私の部屋へやってきた。ちょっと、今日の結婚式は予定通りにやるそうじゃない。なんで嘘をついたのよ。今、アキラさんから電話があって、今すぐ来てくれって言われたわよ。どうやらアキラさんは私が電話を切った後にお母さんに電話をかけたようだった。お母さん、これには訳があって。あんた、自分が何してるのか分かってるの？アキラさんもすごく怒ってるわよ。実はお母さんには今日の結婚式はアキラさんの体調が悪くて中止になると話していた。お母さんはアキラさんのことをとても気に入っていて、今日の結婚式も誰よりも楽しみにしていた。それなのにアキラさんが裏で私たちのことを見下しているなんて知ったらショックを受けるだろうと思ったので隠していたのだ。のぞみとアキラさんの大事な結婚式を台無しにして。お母さんはブチギレていて、とてもじゃないけど説明できる状態じゃなかった。行きたくないならあんただけ行かなければいいでしょ？みんなにも嘘をついて。だから違うの。私一人で行くわ。お母さんはそう言って家を飛び出してしまった。なんとか引き止めようと私もついていくことに。しかし何度説明しても聞く耳を持ってもらえず、とうとう結婚式場にたどり着いてしまった。お母さん、ちょっと待ってよ。話を聞いて。私が何度も止めようとしたけど、お母さんは無視して結婚式場に入っていき、お姉ちゃんとアキラさんの控え室へ向かった。二人の控え室の前まで行くと、何やら怒鳴り声が聞こえてきた。これは一体どういうことなんだよ。いい加減にしろ。俺が恥をかいたじゃないか。どうやらアキラさんがお姉ちゃんのことを怒鳴りつけているようだ。でも、お前の家族は体裁が悪いから出席するなって言ったのはあなたでしょ？そうだけど、最後は仕方なく招待することにしただろ。こんなことになるなら最初から招待もするんじゃなかったわ。これだから貧乏人は嫌いなんだよ。
バカな意地を張りやがって。お前らは黙って言うことを聞いていればいいの。余計なことすんな。控室の前で私とお母さんは2人の会話をすべて聞いてしまった。私はお母さんのことが心配になり、様子を伺うと、お母さんは鬼の形相だった。次の瞬間、お母さんは控室のドアを勢いよく開ける。え、お母さん？なんで？2人は驚いて固まっている。するとお母さんはお姉ちゃんの腕を掴んで、帰るわよ。と言う。え、帰るって？結婚の話はなしよ。こんな男との結婚は認めないわ。お母さんが言い放った後で、アキラさんは口を開けたまま固まっていた。その後、結婚式は花嫁が帰ったことで中止となり、アキラさんの親族たちは文句を言いながら帰っていったそうだ。しかし後日、花嫁が帰った原因がアキラさんにあると知ると、アキラさんは親族や義両親にだいぶ責められたようだった。特にお父さんは相当怒っていたらしい。お姉ちゃんによると、義両親はアキラさんとは違い、真面目で優しい人たちなんだとか。人を見下したり嫌味を言うことも一切ないそうだ。それなのに自分の息子が花嫁の親族をバカにしていたことが原因で結婚式が中止になったと知ったら怒るのも無理はない。誰にでも分け隔てなく接しろと日頃から言ってるだろう。最終的にお父さんは、お前は一家の恥だ。もう家に帰ってくるな。とアキラさんを家から追い出して、そのまま縁を切ったようだ。今までアキラさんはお父さんが所有していたマンションに住んでいたらしく、縁を切られたせいで必然的に家も失ったんだとか。一方、その後の私たちはというと、二人ともごめんね。特にくるみ、ごめんね。お母さん勘違いしてあなたのことを責めてしまった。お母さんは泣きながら私たちに謝ってくれた。やっぱり私、別れることにする。お姉ちゃん、家族を大切にしてくれない人との結婚は無理だもん。お姉ちゃんはアキラさんとの結婚を白紙にすることに決めた。その後、すべての事情を知ったアキラさんの両親からは謝罪があったが、最後までアキラさんが謝罪に来ることはなかった。その後も一切連絡が来ないようで、今はどこで何をしていることやら。お母さんとお姉ちゃんと私、家族3人でまた暮らすことになった。古かった実家は私とお姉ちゃんでお金を出し合い建て直した。今は家族3人で平穏な日々を過ごしている。念願だったお母さんを海外旅行に連れて行くこともできて、今はとても幸せだ。私の名前は香織。いつもの朝の通学路で小学3年生の我が子を見送っていると、横からママ友が声をかけてくる。香織さんって40代だって聞いたんですけど、本当ですか？ええ、そうですけど。やだ、40代とかママじゃなくておばあちゃんじゃん。そう言って声をかけてきたママ友の水木さんはゲラゲラと笑う。おばあちゃん、まあ他のママは私より若い人が多いですけど、最近では高齢出産は珍しくないですよ。やだ、負け惜しみ言っちゃって見苦しいですよ。子供から見ても他のママより自分のママが老けていたら嫌じゃないですか。まったく余計なお世話だ。彼女は29歳、私は45歳。確かに私の方が彼女より相当年上だけど、そんなこと言われる筋合いはないのに。水木さんは地元でも有名な美容外科の奥さんだ。目鼻立ちのすっきりした美人で、本人もそのことを自覚しているらしく、いつも綺麗な高級デパートで買った服を着て、ブランド物のバッグを持っていた。結婚してすぐに専業主婦になった彼女は、外で働いたことがないので叱ってくれる人もいないのだろう。彼女は困ったママ友としてこの辺りでは有名だった。聞くところによると、お姑さんはすでに他界されていて、
家の中は水木さんのやりたい放題らしい。私は昨年まで家族でアパートに住んでいたのだが、今年から家を建ててこの学区に移り住んだ。高齢出産で周りのママたちよりも年齢が一回り上の私は、マウントを取ることが大好きな彼女の格好の的にされてしまったというわけだ。そういえば、娘さんの名前って和子ちゃんですよね。なんでそんな名前にしたんですか？正直言ってダサくないですか？水木さんはそう言って私の娘の名前を笑う。名前って一生のものなのに、そんな昭和の遺物みたいな名前にされてかわいそう。昭和の遺物？いや、夫婦で一生懸命考えてつけた子供の名前なんですよ。由来は、水木さんの口の悪さと余計なおせっかいはいつものこと。私は彼女の相手をするときには冷静に淡々とすると決めていて、今日も彼女の嫌味に嫌々ながら付き合っていた。ちなみに私の娘は水木さんの娘と学校のクラスも塾の習い事も一緒なのだ。だから水木さんと顔を合わせる機会が多くて困っていた。ああ、いつまで私はこのママ友に振り回されないといけないのだろう。そう思いながら過ごしていたある日のこと。その日は午後から町内会の集まりだった。朝からよく晴れていたのに、14時頃から急に空が曇ってきて、今にも雨が降り出しそうだった。子供の下校時間はそろそろのはず。車で迎えに行った方がいいかな、と思っていたとき、水木さんが、よかったら私が町内の子たちを車で迎えに行ってくるよ。そう言い出した。そこで私は他のママ友たちと一緒に彼女に子供のことをお願いして安心して町内会の集まりを終えたのだが、家に帰ると娘はまだ帰っていなかった。外は激しい雨。水木さんが送ってくれると言っていたけど、どうしたんだろう。鍵を持たせているから帰っているなら家の中にいるはずだ。心配になった私が水木さんに電話をかけると、ああ、ごめんなさい。和子ちゃんは乗るスペースがなかったから車には乗せなかったのよ。本人に聞いたら自分で帰るからいいって言うから、今頃一人で帰っているんじゃないかしら。うちの子だけ歩いて帰ったんですか？私が驚いて叫ぶと、水木さんは全く悪びれた様子もなく、ごめんなさいね。うちのベンツって特注だから乗れる人数が少ないのよ。それに、なんていうか、高齢出産で生まれた子を乗せると、親の加齢臭が車に移りそうじゃない？この言葉に私は耳を疑った。何を言っているんですか？子供を産むのに年齢なんて関係ないじゃないですか。私に直接嫌味を言うのならまだしも、娘に変なことを言わないでください。頭に来た私が文句を言うと、やだ。私は事実を言っただけですよ。私が若くて綺麗だからって妬んでるんでしょ？おばあちゃんの嫉妬は怖い怖い。完全に私のことを見下している。今まで我慢して付き合ってきたけど、堪忍袋の尾が切れた。もういいです。娘を迎えに行かなければいけないので、失礼します。私はこのひどいママ友からの電話をブチッと切ると、娘を探しに行くために傘を取って玄関の扉を開けた。すると、そこには今到着したのか、ずぶ濡れになって一人で帰ってきた娘が玄関に立っていた。私は思わず娘を抱きしめて、迎えに行かなくてごめんね、と謝った。娘は不機嫌そうな顔をしていた。後で娘に話を聞くと、水木さんは学校に自慢のベンツで乗りつけて、自分の娘と気に入っているママ友の子供だけを連れてさっさと帰ってしまったらしい。水木さんが電話で私の娘が一人で帰ると言ったというのも嘘のようだ。この一件以降、私は水木さんとの関係を一刻も早く解消したいと思っていたが、町内もクラスも塾も一緒なので、なかなかきれいさっぱり縁切りというわけにはいかず、悶々としていた。
また、水木さんの困った行動はこれだけではない。数日後、今度は水木さんから電話があって、かおりさん、お願いがあるんだけど、今日私の娘を塾から一緒に連れて帰ってきてくれない？彼女はいつも塾に娘を迎えに来ていたのだが、今日は用事があって来られないらしい。先日、私の娘を置いてきぼりにしてずぶ濡れにさせたくせに、一体何を考えているんだろう。私が断ろうとすると、そのくらいいいじゃないのよ。もし断ったりしたら他のママ友にあんたとは付き合わないように言ってやるから。おばあちゃんのあなたが他のママ友達と仲良くやっていられるのも私のおかげなのよ。そんな風に脅してくる。そんなことを言っても他のママ友達は水木さんと何か問題を起こすと面倒なので仕方なく言うことを聞いているだけだった。それに気づいていない裸の女王様の水木さんに私はうんざりしたけれど、ろくに返事もしないうちに水木さんは電話を切ってしまった。仕方なく私は水木さんの娘も自分の車で一緒に送ることにした。正直尺に触ってしょうがなかったけど、子供には罪はないし、暗くなった夕方に一人で帰らせるわけにもいかない。私が塾へ迎えに行くと、私の娘と水木さんの娘が一緒にいて、こちらに向かって手を振った。水木さんの娘はマリナちゃんといって、目が大きくてまつげが長い、お人形さんのように可愛らしい子だった。きっと水木さんはこの子を溺愛しているに違いない。そう思っていたのだが、帰りの車の中で私の娘とマリナちゃんの3人で話していると、マリナちゃんが妙なことを言い始めた。いいなあ、和子ちゃんのママは優しくて。私も和子ちゃんのママみたいなママが欲しかった。マリナちゃんのママだってすごく美人で、マリナちゃんのことを大事にしているでしょ？私がそう言うと、私、ママのこと好きじゃない。今度の参観日にママについての作文を発表するんだけど、困っちゃって。マリナちゃんが意外な悩みを抱えていることに驚きながらも、私は、そっか、そういう時は無理にいいことを書こうとせずに、自分の本当の気持ちを書いてみたらいいんじゃないかな。そうアドバイスをした。本当の気持ち？普段は言いにくいことも作文だったら言えるかもしれないよ。私は水木さんのことは好きではないけれど、マリナちゃんにとってはたった一人の母親なのだ。だから彼女から見た水木さんのいいところや、普段は言いたくても言えないことを書けばいいと素直な気持ちで言った。私のアドバイスにマリナちゃんはニコリと笑ってありがとうございますと言った。まったく、なんであの水木さんからこんないい子が生まれてきたのか、私は不思議でならなかった。そうこうしているうちに水木さんの家に着いたので、玄関までマリナちゃんを送り届けると、ずいぶん遅かったですね。余計なおしゃべりでもしてたんですか？水木さんは意地悪く笑いながら私に声をかける。私がムッとしていると、違うの。私が参観日の作文の相談をしていたの。マリナちゃんがそう言った。すると水木さんは、はあ、参観日？かおりさん、参観日に来るつもりだったんですか？加齢臭が移ると困るので、参観日には来ないでくださいね。私は加齢臭なんかしません。いつも高齢出産のことをけなさないでください。私がそう言って怒ると、逆に彼女は嬉しそうに、やだ、本気で怒ってるってことは図星ってことでしょ？そう言って挑発してくる。もうこの人には何を言っても無駄だろう。そう思った私は彼女を睨みつけると、私だって娘のことが大事なんです。参観日には参加します。そう大声で言うと、水木さんの家を後にした。後ろからなんだか、おばあちゃんが若いママたちと並んで恥をかかないようにと気を使ってあげたのに、まあせいぜい頑張ればなんて捨て台詞が聞こえてきたけど、私はそのまま無視して娘を連れて家に帰った。それから数日間、参観日のことを考えると憂鬱だったけれど、ここで行かなかったら水木さんはますます図に乗って手に負えなくなるに違いなかった。
だから私は意を決して参観日に行った。教室に入ると、あら、誰かと思えば、香織さん、加齢臭がするから来ないでって言ったのに、まったく、高齢出産なんてモテない男女が焦って結婚した慣れの果てじゃないですか。自分たちはいいかもしれないけど、周りは迷惑なんですよ。周りのママ友たちがぎょっとしているのもお構いなしに、水木さんは私に堂々と暴言を吐く。ああ、覚悟を決めてきたものの、この後もずっとこの人の相手をしないといけないのか。私がうんざりしていた時、あれ、あなた榊原さん？あなたも娘さんが同じクラスだったんですか？水木さんの横に並んでいた男性が声をかけてきた。どうやら水木さんの旦那さんらしい。確か名前は隆一さんで美容外科医さんだ。あなた、何言ってるのよ。この人はただのおばあちゃん。35歳過ぎて出産とか信じられなくない？高齢出産なんて恥ずかしいよね。すると旦那さんは暴言を吐く水木さんに向かって、お前、なんてことを言うんだ。この人を誰だと思う？この人はうちの取引先の製薬会社の一族の方だぞ。へ？製薬会社？水木さんは旦那さんの話を聞いてポカンとしている。そう、私の実家は祖父も父も医者で、母方の祖父が製薬会社を経営しているのだった。実は水木さんの旦那さんが経営する美容外科も取引先に含まれているのだ。失礼なことを言って、うちの病院と取引してくれなくなったらどうするんだ。謝りなさい。旦那さんは軽く青筋を立てながら水木さんに怒る。すると水木さんは顔面蒼白になって、だって知らなかったんだもの。そうだって知ってたら最初からいびったりしないわよ。そう言って必死に言い訳をしている。旦那さんに怒られながらも私に謝ろうとしない往生際の悪い彼女。いいですよ。別に私の家族はあなたのところの病院と取引がなくなっても少しも困りませんから。私がそうきつめに言うと、とうとう水木さんはまずいと思ったのか。香織さん、ごめんなさいね。これからは仲良くしてちょうだい。そう調子よく言った。こんな軽い謝罪で私は許す気はなかったのだけど、担任の先生が教室に入ってきて授業が始まりそうだったので口をつぐんだ。だけどこの後授業中にとんでもないことが起こったのだ。この日の参観日のテーマは、前にまりなちゃんが言っていたように両親に関する作文発表だった。生徒は一人一人自分の作文を発表していく。みんな自分の両親の仕事や趣味などについて発表していき、水木さんの娘さんの番になった。塾から帰る車の中で作文の相談をしてきたまりなちゃん。きっとあの後頑張って作文を書いたに違いない。彼女が作文を読み始めたので、私が期待して聞いていると、今ここにいる私のママは本当のママではありません。その一言に教室の中は凍りついた。私の本当のママは私が小さい時に亡くなりました。私はパパとそれからずっと幸せに暮らしていたのだけれど、ある時パパの病院におばちゃんが来ました。パパは美容手術が上手なので、おばちゃんの顔をきれいにしてあげました。手術が終わった後もおばちゃんはパパにつきまといました。そしておばちゃんは結婚しないと嫌だと言ってパパを困らせて結婚してしまいました。これには水木さんも夫の隆一さんも仰天しただけではなく、他の父母も学校の先生も目を白黒させている。おお、うちの子小説の発表か何かだと勘違いしているみたいね。私のことではなくて勝手に作り話をしているみたい。慌てた水木さんがキョロキョロと周りの目を気にしながらそう言い訳をするが、まりなちゃんは言葉を止めない。私は知っています。パパが出張で出かけている時に、おばちゃんは若い男の人に会うためにお化粧をして夜になると街に出て行きます。そして次の日の朝まで帰ってきません。
私は一人ぼっちで怖い思いをしながら夜暗い家の中で寝ています。私がその言葉を聞いてゾッとした時、なんだと？じゃあやっぱり先日見つけたあの変な男からの LINE は本物じゃないか。お前は嘘ついて他の男と会っていたんだな。龍一さんがいきなり怒鳴り声を上げて、教室は騒然となった。あなた、これは何かの勘違いよ。マリナが冗談を言っているのよ。それに今日は参観日なのよ。落ち着いてちょうだい。水木さんは必死に取り繕おうとしているが、龍一さんは今にも爆発しそうな勢いで怒り始めた。教室の中は大変な修羅場になるかと思ったが、慌てた担任の先生が水木さん夫婦を急いで別室に連れて行ったので、教室では大ごとにならずに済んだ。クラスに残された子供たちとママたちは信じられないといった様子で顔を見合わせていた。その後、水木さんと龍一さんは時間をかけて話し合ったそうだが、事態は解決せず、後日離婚することになってしまったそうだ。マリナちゃんが作文で発表した内容は全部本当だったらしい。私は子供へ軽いアドバイスのつもりでマリナちゃんに、ママへの本当の気持ちを書いてみたらと言ったのだけれど、まさかこんな暴露話になるとは思わなかった。そういえばマリナちゃんはあの作文の中で水木さんのことを一度もママと言わずおばちゃんと言っていた。子供とはいえひどい仕打ちをする水木さんに対して相当な憎しみを抱いていたのだろう。車の中で私と娘のことを羨ましがっていたマリナちゃんの姿を思い出して、私は胸が締め付けられる思いだった。その後、水木さんは参観日では自分の恥ずかしい行動を暴露されてしまい、その結果離婚して家を追い出されてしまったので、どこにも居場所がなくなり、どこか遠くの町に引っ越してしまったらしい。噂によると、歓楽街の夜のお店で働いているということだ。彼女は今まで社会経験がないので、さぞ苦労していることであろう。私は問題のママ友がいなくなったおかげで、やっとのびのびとした生活を送ることができている。マリナちゃんとうちの娘の友情はちゃんと続いていて、夏休みは一緒にキャンプに行く予定だ。二人とも今からとても楽しみにしている。お前、吹き出物出てるぞ。女として終わってるな。アラサーになると、やっぱり魅力がなくなるんだな。夫であるケンジは心ない言葉を容赦なく言い放つ。そのせいで私はどんどん女としての自信をなくしていくのだ。私だって自分に時間とお金をかけて綺麗でいたいと思っているのに。ケンジが家にお金を入れないせいで家計は毎月火の車。できる限り節約して家計をやりくりしている私には自分の身なりを整える余裕などない。そんな私の苦労も知らず、ケンジはさらに私を苦しめるのだった。私の名前はサキ。都内で働く28歳の会社員だ。結婚はしているが子供はまだいない。年齢的なこともあり、私は早く子供が欲しいのだが、そうすることができない理由があった。それは夫のケンジだ。ケンジは30歳にもなって定職についておらず、フリーターをしている。そうかといって夢を追いかけているわけでもない。家庭を持っているという自覚がなく、根性もないので、仕事が長く続かないのだ。しかも、休日は時間さえあればパチンコ三昧。正直、ケンジがいい父親になる姿が想像できない。経済的な不安もあり、子供を作ることを躊躇しているのだ。しかし、ケンジも最初からそんなダメ男だったわけではない。付き合った当初は誰もが認める好青年だった。私とケンジは大学のサークルで知り合った。イケメンで背が高く明るくて人気者のケンジ。私には手の届かない存在だと思っていた。
しかし、どこが良かったのか、ケンジは地味で目立たない私を気に入ったようだ。そこからお付き合いが始まり、大学卒業後に結婚。その頃、ケンジは大手企業に勤めていた。私の両親も私たちの結婚には大喜びで、こんなにいい人がサキをもらってくれるなんてありがたい。とまで言っていたほどだ。周りの友人もみんな私を羨ましがっていた。ところが、結婚して1年もしないうちに、ケンジは会社を辞めた。理由は上司のパワハラだとケンジは言っていたが、それ以上は詳しく話そうとしない。気になってケンジと仲がいい同期に聞いてみると、ケンジのミスによってトラブルが発生したことがそもそもの原因だと教えてくれた。取引先に上司と謝りに行くように言われたケンジがなぜか逆ギレし、勝手に会社を辞めたというのだ。その話を聞いて驚いたものの、少し納得してしまった。というのも、ケンジは自分の都合が悪くなるとすぐに逆ギレするのだ。プライドが高く、自分から謝る姿などを一度も見たことがない。そのため、ケンジの同期の話は十分にあり得ることだと思えたのだ。ケンジは仕事を辞めた直後こそ再就職先を探していたが、次第にハローワークに行くことさえしなくなっていった。私がどんなに促しても、うるさいな、今から求人でも見ようかと思っていたところなのに、お前に言われたせいでやる気がなくなったわ。と、小学生のような言い訳をして動こうとしないのだ。しかし、仕事をしていないことで自由に使えるお金がないのは嫌だったらしい。いつの間にかコンビニや飲食店でアルバイトをするようになった。そこで稼いだお金は家に入れるわけでもなく、すべて自分の遊びのために使うケンジ。生活費や家賃はすべて私の給料で賄っていた。そんなわけで貯金はたまらず節約の日々。私は自分の服や化粧道具を後回しにして何とかやりくりして生活していた。そんなことを知ってか知らずか、ケンジはだんだんと私の見た目にまで口を出すようになっていった。お前、吹き出物出てるぞ。もう女として終わってるな。あらさになると魅力がなくなるんだな。とか言いたい放題だ。その度に私は女としての自信がなくなっていく。私だって自分に時間とお金をかけて綺麗でいたいと思っているのに、家計が苦しいせいでなりふり構っていられないのだ。そんな生活が数年続き、現在に至る。結婚当初、あんなに羨ましがっていた私の友人も、今では、さっき苦労が顔に出てるよ。あんな男早く離婚しちゃいなよ。とか言って登場してくれている。今離婚してもまた結婚できるかわからないし、早く子供も欲しいし、なんて考えていたら、なかなか離婚の決心はつかなかった。そんなある日のこと、ケンジは夕方からアルバイトに出かけていった。私は仕事が休みだったので家の掃除をしていると、ソファーの隙間にケンジの携帯を見つけたのだ。いつも肌身離さず持ち歩いているのに珍しいこともあるものだな。そう思った私は携帯を拾い机の上に置いた。すると急に携帯の画面が明るくなり、新着メッセージが映し出された。そこに浮かび上がったのはリナという女からの「ケンジくん、また早く会いたいな」という文字。それを見た私は一瞬でケンジが浮気しているのだと悟った。私が生活のために必死で働いているというのに、ケンジは他の女とイチャついていたわけだ。私は悲しみよりも怒りがふつふつと湧いてきた。いい機会だわ。こうなったらもっと証拠をつかんで浮気を暴き離婚してやる。私はケンジの携帯を探ることにした。当然だが携帯はロックされていて開かない。
私は思い当たる数字を何回か試してみた。すると、ケンジの誕生日がヒットした。パスワードを誕生日で設定しているなんて不用心にも程がある。しかし、そのおかげで私はケンジの携帯をじっくりと調べることができた。その結果、ケンジはやはり真っ黒だった。リナという女の他にも、アキコやミク、エリカなど複数の女と浮気をしている。私は怒りを通り越して呆れ果て、ひたすら証拠となるメッセージのやり取りや写真をスクショしていった。浮気の証拠は十分すぎるほど集まったが、一つケンジの携帯で気になることを発見した。それは着信履歴にずらりと並ぶ金融会社からの不在着信。しかもかなり有名な悪徳金融会社だ。ケンジはきっとお金を借りているに違いない。そしてこの不在着信は催促の電話だわ。そう確信した私は一刻も早くケンジと縁を切ろうと決心した。そうじゃないと私まで借金を背負わされる可能性がある。その後、私は離婚経験者の友人に電話した。少しでも自分に有利な離婚になるように、その友人からいろいろと教えてもらったのだ。そして離婚届を用意し記入した。離婚の準備を整えた私は、ケンジに浮気を問いただすことにした。ケンジ、浮気してるでしょ。は？何言ってんの？言いがかりはよせよ。認めないのね。私が知らないとでも思っているの？リナに、ミクに、エリカに。おい、なんでそれを？携帯を見たのよ。私がそう言うと、ケンジは顔を真っ赤にして怒り始めた。携帯を勝手に見るなんて人間として最低だな。犯罪行為だ。お得意様の逆ギレだ。最低な人間はどっちよ。もうあなたとは一緒にいられないから。ああ、そうかよ。こっちだってお前みたいな女、もう好きじゃねえわ。じゃあ離婚ね。これ書いてね。私が離婚届を差し出すと、ケンジは驚いて目を見開いた。まさか私が本気で離婚を考えているとは思っていなかったようだ。しかし、プライドの高いケンジは後に引けないのだろう。わかったよ。ああ、最低な女と離婚できて、せいせいするわ。と言って、離婚届を書き始めた。ケンジが離婚届を書き終えるのを見届け、私はそれをすぐに自分のカバンにしまった。そして、そうそう、あなたには慰謝料を請求させてもらいますからね。と言うと、そんなの聞いてない。慰謝料なんか払わないぞ。ケンジは急に焦り出した。あなたが浮気したんだから慰謝料を払うのは当然でしょ。浮気相手の皆さんにも連絡して慰謝料を払ってもらうから。私の言葉にケンジは真っ青。いや、無理だ。そんな金はない。浮気するお金があるくらいなら慰謝料だって払えるでしょ。とにかく慰謝料は払わない。それじゃあな。そう言ってケンジは逃げるように家を出て行った。どこか浮気相手のところにでも行ったのだろうか。それ以降、ケンジは家に戻ってこなかった。よほど慰謝料を払いたくなかったのかはわからないが、連絡もぷっつり途絶え、どこかへ逃げてしまったのだった。実家に帰っているかもしれないと思い、ケンジの親である義母にも連絡したのだが、実家にもいなかった。ちなみに、私は義母のことが大好きだ。義母は近くで一人暮らしをしており、結婚当初から私のことを可愛がってくれていた。正直、そんな義母に離婚の経緯や借金のことを話すのは心苦しかった。しかし、話を聞いた義母は、うちの息子が本当にごめんなさい。離婚しても咲ちゃんは私の可愛い娘よ。ケンジとはもう親子の縁を切るわ。と涙を流して謝ってくれた。どうしてこんないいお母さんからあんな息子が生まれたのか疑問だ。私は借金取りが来るかもしれないから万が一に備えて引っ越した方がいいとアドバイスした。離婚後、ケンジの分の生活費がいらない分、生活にゆとりができて
心穏やかな日々を送っていた。結局、検事からは慰謝料はもらえなかったが、浮気相手たちからはしっかりといただいた。私の苦労を知っている友人たちは、私が検事と別れたことを大変喜んでくれ、離婚おめでとうとお祝いパーティーまで開いてくれたのだ。離婚後の私はつきものが取れたように心穏やかに生活を送っていた。検事とのことがあって結婚はもうこりごりだと思っていたのだが、人生何が起こるかわからない。思ってもみなかったご縁があり、なんと再婚することになったのだ。今の夫は頼りがいがあり、とても優しい。そしてもちろん定職についている。今まで経済的に苦労してきた人生だったが、今はその不安とも無縁だ。私たちは新しい家に引っ越して幸せいっぱいだった。そうして離婚してから5年が過ぎた頃、私の携帯に知らない番号から着信があった。誰だろうと不思議に思って出てみると、なんと音信不通になっていた検事ではないか。よう、さき、久しぶり、元気か？検事はまるで今までのことがなかったかのような軽い口調で言ってきた。検事？今さら何の用なの？そんな冷たいこと言うなよ。俺たち一度は結婚した仲じゃないか。気持ち悪いこと言わないでよ。迷惑なんだけど。さ、俺たちより戻さない？確かに喧嘩別れみたいになったけどさ、もう俺は気にしてないから。はい？昨日、お前に会うために久しぶりに住んでいたアパートに行ったんだ。あのアパート、もう取り壊されて更地になっていたぞ。お前、今どこにいるんだよ。あなたに教えるわけないから。そう、強がるなよ。帰る家がないなら、謝れば許してやるからさ。検事があまりに見当違いなことを言い始めたので、私は思わず笑ってしまった。ちょっと、さすがに何言ってるの？帰る家がないのはあなたでしょ？は？あなたが帰る家はもうどこにもないのよ。私は再婚しているし、あなたのお母さんはもうあなたとは縁を切ったのだから。どういうことだ？お前が再婚？そんなわけない。今でも俺に未練たっぷりのはずだろ。検事はわけがわからないといった様子で慌てている。そういうことだからもう電話してこないでね。私はそう言って電話を切り、検事を着信拒否した。これでやっと検事との関わりがなくなるはず。私は深くため息をついた。しかし、これだけでは終わらなかったのだ。あの電話から数日後、どこから情報を仕入れたのか、検事は私の家を訪ねてきた。その日は夫も仕事に行っており、私一人、宅配便が来る予定だったので、インターフォンが鳴った際によく確かめもせずに出てしまったのが間違いだった。さっきしばらく見ない間にお前太ったな。ドアを開けるとボサボサの髪に汚らしい服装をした検事が立っていた。昔イケメンだったあの頃とはまるで別人だ。検事はニヤニヤと笑みを浮かべながら家に入ってこようとした。ちょっと何勝手に入ってこようとしてるのよ。私は必死にチェーンをかけてそれを阻止した。そんなに怒るなよ。俺を助けてくれよ。もうお前しか頼れるところがないんだよ。なんで私があんたを助けなきゃいけないのよ。もう他人でしょ。金がいるんだよ。頼む。200万でいいから貸してくれ。貸すわけがないでしょ。警察を呼ぶわよ。大げさな女だな。今日は帰るけど、またすぐに来るからな。警察と聞いてビビったのだろう。検事はそう言うと、そそくさと帰っていった。私は夫が帰宅すると、すぐに今日の出来事を話した。話を聞いた夫は激怒。二度と先に近づかないように懲らしめてやれ。そう言ってどこかに電話をかけ始めた。夫が電話をかけたのは私の友人である弁護士だった。夫をストーカーとして訴えるらしい。家には防犯カメラを設置し、ホームセキュリティも導入した。そして数日後、防犯カメラを見てみると、検事が家の庭に出入りしていることが判明。
映像では裏庭へ歩いていく姿が映し出されていた。まさか、私は夫と夫のラグビー部時代の仲間数人と確認することにした。うちの裏庭には大きな倉庫が設置してあるのだ。夫が倉庫のドアを開けると、その中には段ボールをかぶって寝ている検事の姿が。何をしているんだ。夫の怒鳴り声に目を覚まし、驚いて逃げ出そうとする検事をラグビー部仲間が取り押さえた。離せ、触るな。必死に抵抗する検事だが、元ラグビー部の屈強な男たちにかなうはずがない。とうとう検事は降参し、座り込んでしまった。私はその隙に警察へ連絡した。ほどなくして警察が到着し、検事を連行していった。泣きわめきながら連れて行かれる検事には、どこか哀愁が漂っていた。こうして検事は今度こそ本当に私たちの前から姿を消した。今は弁護士を通して慰謝料の請求をしているだけの関係だ。検事は今、アルバイトを掛け持ちして細々と暮らしているらしい。また、担当の警察官がストーカーに至った経緯を話してくれた。思った通り、離婚後、検事は浮気相手であるリナの家に住んでいたようだ。まともに仕事もせず帰省する検事に愛想を尽かしたリナが検事を追い出し、検事は何年もの間、不老者のような生活を送っていたらしい。その間も常に借金取りに追われていたのだとか。その後、何年かして実家に帰るも、実母は別の場所に引っ越した後で縁も切られているため、連絡もつかない。そこで私の存在を思い出し、電話をかけてきたというわけだ。その後、私のお気に入りの店を何日も見張り続けて私を見つけ、そのまま尾行して家を特定したらしい。話を聞いた私はゾッとした。まさか元夫がストーカーまがいのことをするなんて。何も危害がなくて本当に良かったと思う。大変な目にあったが、私は今また平和な日常を送っている。実は最近、検事の事件を忘れるくらいの嬉しい出来事があった。待望の第一子がお腹に宿ったのだ。もういい年になってしまったので、子供は諦めていたのだが、思いがけないサプライズだった。これには夫も大喜び。これからこの小さな命を守りながら、我が子に会える日を楽しみにして過ごしたいと思う。